どちらかというと AI に期待しているのは一重に調べ物だったりしますと。小笠原に行くときにですね、どういったルートで宿と船を抑えた方がいいのかっていうのをジェンスパークっていうサービスがありまして、他的なサービスとして例えばプレゼンテーションの形式にまとめてくれたり、年がら年中 AI と話したいわけじゃないじゃないですか、皆さん。実はですね、あれ、チャット GPT がなんか普通に予定調和的に1位じゃないの？はい、こんにちは、ニレコムです。今日はですね、AI です。今年のですね、総まとめとして、カメラの話は散々してるのでね、ちょっと切り口を変えて、仕事や趣味全般で大幅に実は使っている AI についてまとめてみたいと思います。2024年、ミレコムがおすすめする AI5 つということですね。はい、パチ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 。チャット GPT からね、スタートして、ものすごいスピードでいろんな AI 技術ですね、こう出てきてですね、世の中をこう席巻しておりますと。AI 自身はね、いろんな使い方ができるっていうか、例えば、こうブレインストーミングですね。こう何かのこうアイデア出しをこう10個してくださいとか、文章をこう書いてみてくださいとかね。なんかそういった使い方も当然できますと。ただ、私の場合はどっちかっていうとなんか突飛な発想だったり、こう人が、そう来るとは思わなかったみたいな角度からの切り込みだったりとか、そういったものは割となんか自分で人間がやりますみたいな感じなので、どちらかというと AI に期待しているのは一重に調べ物だったりしますと。やっぱりその検索エンジンに単語を入れて調べづらいようなものですよね。それをできるだけ短時間でいろんなこうサイトを調べてきて、その結果を合わせて、まとめるとこういうことですっていうふうに説明してくれる。そういう AI サービスを主に使っています。改めて、ニレコムが何のためにですね、AI を使ってるのか、今回のその5つを選んだ基準みたいな話なんですけれども、せっかくですね、このチャンネルですね、最近はスキューバダイビングとドローンをメインにしているので、両方にこう役に立ったもの。で、そのための、ツアーですね。御蔵島とか小笠原に行くときに、そのプランニングにこう役に立ったのかどうか。そういった実用的ななんかその価値ですね。が優れているなって思うものを5つ集めてみました。で、AI 自身は AI のこう未来をですね、予感させてくれるようなプレビュー的なサービスっていうのももっとたくさんあるんですけれども、そこはですね、あんまり今回のお話では優先しません。では、早速5位からお話ししていきます。ニルコムがおすすめする AI 第5位はフェローです。日本のですね、AI スタートアップ企業でスパーティクルという会社が運営しているサービスになります。で、大半のですね、メジャーな AI のサービスって、本社が日本にないケースが結構多いんですけれども、このフェローだけはですね、日本企業がやってます。結構頑張っていただきたいなと思うんですけれども、ここのですね、サービスっていうのは、いわゆる RAG と呼ばれていて、リトリーバル・オーグメンティッド・ジェネレーションって言ってなんか、綴りが長くて分かりづらいんですけれども、要するにですね、外のデータベース、もしくはインターネットに上がっている情報をもとに、ちゃんとこう保管しながら、できるだけ正確な結果をジェネレートしてくれる。そういう、AI 検索エンジンみたいなサービスですね。で、その大規模言語モデル、LLM と呼ばれているものは、結構ね、これ、ちゃんと考えて答え出してるんじゃないのっていう風に錯覚しちゃうぐらい、割と流暢なですね、日本語だったり英語だったりで答えを返してくるので、危うくですね、騙されそうになるんですけれども、文章は整ってるけど、中身は真実ではない時が結構ありますと。で、それの弱点を補うために、外のデータベースか、検索してきた、結果ですね、外のインターネットに転がってる
結果を持ってきて、それでこう補ってあげることで、正確さをこう上げることができますと。フェローはそういったこう RAG のラグのサービスのこう一つということができて、何かこう調べ物をですね、すると、検索でこう引っかかってきたですね、ウェブサイトをダーッと並行でですね、見て、その記事の全部のこう総和の中からまとめて結果をこう確からしい結果を返してくれると。そんなサービスですね。実際やってみるとわかるんですけど、非常に動作が高速で、他のですね、海外のこうメジャーな AI 企業とパフォーマンス的には全然引きを取らないです。ただ、エンジンが取り立ててこう独自の何かこう優れたユニークなものかっていうと、そういうわけでもなさそうで、ベースとしては GPT-4 であったりとか、クロード3.5であったりとか、そのオープン AI であったり、アンスロピックであったりとか、海外のその AI 企業が使っているものをエンジンとして使ってるんですけど、それと、検索してきた結果をいい感じにこう組み合わせてですね、答えを返してくれると。実際フェローですね、どんな使い方をしてたのかっていうと、例えばですね、小笠原に行くときにですね、どういったルートで宿と船を抑えた方がいいのかっていうのを意思決定するための、なんか根拠としていろいろ調べてもらいましたと。具体的には、小笠丸パックっていう、その、小笠原丸っていうその船の運営をしている会社自身が出している宿と合わせたパックですね。を使った方がいいのか、それとも他社さんのですね、いわゆるこうツアー業者ですね、に依頼した方がいいのか、どっちが総合的にベターなのかっていうのを調べてもらいましたと。ただ、検索結果の深さっていうんですかね。込み入った話を、いわゆるこうカタログスペックだけではわからない、もう少しこうロジカルに考えなきゃいけないものっていうのは、あまりこう深みがあるとは言い難いかなっていう。他社と比べてもそんなに遜色はないんですけどね。イージーな探し物だと全然引きを取らないんですけれども、もう少し後でご紹介する他のラグのサービスですね、に比べると、薄皮一枚ちょっと落ちるかなという気がします。ちなみにですね、同率5位に上げてもいいぐらいのサービスで、ジェンスパークっていうサービスがありまして、これも同様にラグの、一種なんですけれども、これも検索して結果を返してくれるんですけれども、その、正確さというよりなんかこう、思考の深さみたいな話ですよね。っていう意味だと、フェロとジェーンスパークはだいたい同じぐらいかなというふうに思っています。はい。あと、フェロとジェーンスパークについて少し補足しておくと、付加的なサービスとして、例えばプレゼンテーションの形式にまとめてくれたり、マインドマップといって枝分かれして、こういろんな要素をこう深掘りして分析して、こういった孫要素がありますよね、みたいな形で表してくれるもの、そういう機能があったりはしますが、私からするとね、なんかそこまでそんなにまとめてくんなくていいのになっていう気はします。あんまり、それがあったからといって、その AI サービスを使う決め手にはならないかなという気がします。はい。ニレコムがお送りする今年の AI サービス5選の中の第4位は Notion AI です。なんじゃそりゃって思うかもしれないんですけど、Notion っていうサービスって皆さん使ったことがありますか？ソフトウェア開発エンジニア方面では、わりかしメジャーなツールなんですけれども、グループの中で進捗、プロジェクト管理をするツールなんだなっていうふうに答える人もいれば、ウィキをこうまとめておけるツールなんだなっていうふうに思う人もいれば、結構様々だと思うんですけど、本質的にはクラウド上の複数のメンバーでドキュメントをシェアして管理するためのツールっていうのが多分本質だと思うんですね。その派生としてスケジュール管理ができたりもするっていうことですね。はい。で、その Notion って別にグループで使うだけじゃなくて、一人で使うことも当然できるようになっていて、
エバーノートってわかりますかね？一人で個人で、貯めておいたこうノートをクラウド上に置いて、スマホだったり PC だったり、いろんなデバイスで中身がこう同期できるよっていう系のサービスの、走りっていうか一番メジャーどころなんですけれども、そのエバーノートと同じような使い方もすることができます。今回ご紹介する Notion AI っていうのは、Notion の中の付加サービス、オプションサービスみたいな感じで、月額1600円ぐらいだと思うんですけれども、払うと AI 機能が使えるようになりまして、普通の Notion、AI 以外のところだと、キーワードを入れて、それに該当するノートを串刺しして探してくれるっていう、ここまでエバーノートと一緒ですね。で、それ以外に AI に質問するっていう機能があって、何かこう文章で質問すると、自分が貯めておいたノートの中から探して答えを出してくれると。そういう意味だと、ラグの一種だということができるかもしれませんと。ネットに情報を見に行く方がメインなんじゃなくて、自分やもしくはその会社の中のこうグループですね、が貯めてあるいろんなこう知識、ノウハウみたいなものをベースにして答えを出すっていう、そういうのが Notion AI なんですね。なので他のなんかこうネットで調べ物系っていうのとはちょっとこう使い道が少し異なるんですね。Notion AI 自身は2024年の9月にサービスを開始したばかりでして、中のエンジンとしてはおそらく オープン AI 社の GPT-4 とアンスロピック社のクロードを使っていると言われています。おそらくクロードの方が文章生成、日本語のこう生成、ロジカルな文章をきちんと書くっていう方は得意なんで、そういったところにはクロードを使って、アイデア出しするようなところはチャット GPT 使ったりとか、そんな感じなんだろうなとは思いますが、とにかく2つをこう組み合わせてると言われています。はい。で、さらにですね、この Notion AI のいいところは、Notion 自身のこう中に、データベースの中に、こうテキストデータがまず基本的に並んでますと。メモ書きであったりとか、ドキュメント、アイデア出し、議事録、いろんなものがこう入ってたとしますと。で、それだけじゃなくて、例えばその Google ドライブに詳細は書いてありますよっていうので、ドキュメント中からこうリンクを貼ったりとかできるんですね。で、そのリンク先も見に行って答えを出すっていう機能も提供されてますと。なんかそう言われるとですね、例えばベースのこうテキストの文章と、で、そこから貼ってある Google ドキュメントとか Google プレゼンテーションの Google スライドの中身を全部ですね、こうアグリゲートして全部をこう探してきて結論を出してくれるすげえやつっていう印象を持つじゃないですか。でも実際はそんなことはなくてですね、多分そこまでやるとパフォーマンス的に相当落ちるんだと思いますけれども、指定した Google ドキュメントだったりとかを、もしくは添付されているこう PDF だったりを単品だけAsk AI っていう機能を使うと、その、例えば PDF の中に何が書いてありますかっていう質問には、その大規模言語モデルが答えを出してくれると。だけど、全部こう串刺しで検索できるようなものではないっていうところにちょっとね、注意が必要です。なんとなくこうイメージ的にいい風に解釈しがちなんですけど、そのテキストベースの検索とアタッチされてるドキュメントのに対する AI のこう質問っていうのは別扱いになってるみたいですね。で、私がこれどういう使い方をしてるのかっていうと、例えばですね、その過去にアップした YouTube 動画の元ネタ、こういうこと喋ろうかなっていうのが、箇条書きぐらいでは書いてあるので、過去にアップしたその動画の元ネタ集の中から、例えばですけど、DJI のそのカメラに関する記事を全部出してくれっていうふうにこう質問しますと。で、これがキーワード検索でもできるじゃんよっていう気がするんですけど、例えば検索キーワードで DJI カメラってやると、なんか例えば最近買った DJI Osmo Action 5 Pro とかですね、ズバリそのまんまのこうカメラばっかり引っかかってくるんですね。ところが、Notion AI に DJI のカメラについて
そのまとめてっていう質問を投げると、面白いことにですね、ドローンに搭載されているカメラも対象としてこう探してきてくれるんですね。例えば DJI Mini 3にもこういうカメラがこう搭載されていてとか、そういったところも範疇として、まあ広い意味でカメラ、それとカメラを搭載しているドローンも含めてまとめてくれると。っていうところがやっぱりちょっと AI を使ったなんかこう曖昧検索ができるアドバンテージかなという気がしますと。もう一個はさっきの PDF の中身を検索してくれるっていう特徴を使って、例えば無人航空機の操縦士の実地試験をやるときの実地催促っていうルールブックみたいなやつがあるんですけれども、で、その中から、なんか特定の例えば減点要因に何があるのかとかですね、結構 PDF 全部読むとですね、かなりの枚数あるんですけれども、そのピンポイントでこう聞くと、その文章で聞くと答えが返ってくる。まあそういう使い方をしています。ノーション AI ね、やっぱり AI をメインにしている企業じゃないんですよね、やっぱりね。なので、その確かに裏側はおそらく GPT-4 か Claude なんだろうなって、その頭の、なんでしょうね、こう、良さが格段なんか落ちるわけじゃないんですけど、込み入った質問をすると、もう少しこう答えの深さが足りないなって思うことが結構あります。あと、ラグなんで、ノーションの中に貯めてあるドキュメントベースで答えを出してくるはずなんですけど、ハルシネーション気味になると言いますか、正しくない答えを返してきちゃうことがあります。で、これはですね、エンジン自体もアップデートしてほしいんですけど、結構ノーションの場合難しくてですね、皆さんそのノートを取るときって、そんなにこう文章でめちゃめちゃ整って、こう手におは主語、述語、全部整った文章としては書かないじゃないですか。例えば、何か講演を聞きに行って、その議事録、メモを取ろうとしたときに、まあやっぱり要点のこう単語だけをこう箇条書きでバーっとこう並べるとかね。そんなノートの取り方が多いと思うんです。なので AI からすると、というか大規模言語モデルからすると、断片的な情報が箇条書きになってて、それのこうかかり受けの関係とかが、ちょっとね、多分分かりにくいと思うんですよね。文章で書いてある検索エンジンで引っかかってくる書きっぷりの整ったブログとかを元にするのよりは、割と知識がこう断片的になりやすい。まあそういう意味で、まあ使用はしてるんですよ。使ってはいるんですよ。実際自分が書いた大量のノートの中から、昔、例えば DJI のカメラについてどんなことを私話してたっけねとか、そういうのを検索するときに使えるので、これは他の例えばチャット GPT があったからといって、取って代われるサービスじゃないんですよね。なぜなら、私のこう書いたノートっていうのは、自分のそのノーションのこうアカウントので参照できる空間の中にしかないからですね。まあ、閉じたところを調べるサービスとしては使ってるけれども、やっぱり他社に比べるとちょっと深さで落ちるかなっていうふうに思います。それではですね、続いてやっていきましょう。ニレコムがお送りする2024年のお役立ち AI 第3位はですね、ジェミニ、Google ジェミニですね。これですね。Google のですね、こう AI サービスは、わかりやすいところで言うと、ウェイクワードで、Google OK と、わざと逆さまにしてありますけれども、家のこう電気をこうつけてとかですね、そういうこう家電のコントロールとかがこうできるサービスとして、スタートしましたと。Google アシスタントとしてスタートしましたと。ところがですね、最近の、例えばこれ、Pixel 9 Pro で結構愛用してるんですけれども、ここでですね、Google OK っていうキーワードを受け取ったときに、どんなエンジンを、どんなサービスを紐付けますかっていうのが選択できるようになってるんですね。従来型の Google アシスタントか、Gemini に聞くか、この2択ですね。で、私の場合は、実はですね、その Pixel 9 Pro のキャンペーンの時に、6ヶ月 Gemini Advanced を無償で使わせてあげるよっていう、特典がついてた時がありまして、実は
私は無償で使わせていただいてます。やっぱり便利ですよね。チャット GPT にもアドバンスドボイスモードっていうのがあって、任意の言葉でスマホに入れておいたアプリに話しかけると、自然な言葉で質問すると自然な言葉で返してくれてっていう機能はあるはあるんですけれども、年がら年中 AI と話したいわけじゃないじゃないですか、皆さん。その必要な時だけショットでこれちょっと調べてみたいな返事を返してほしい局面が来たら Google OK って言って質問するっていう、このスタイルの方がミレコム的には合ってるかなっていう気がしますね。で、そういう意味だと、ウェイクワードの入り口を持っているサービスって、例えば Google でしたり、Apple の iPhone でしたりがあると思います。まあ Siri とかですよね。なんていうんですかね。スマホ上で年がら年中すべての話してる言葉を聞いてるんじゃなくて、ある特定のウェイクワードを待ち受けてるような状態にしようと思うと、どうしてもスマートフォンであったりとか、PC であったりとかをラインナップしている会社じゃないとそういったことはできないので、これね、オープン AI の、なんていうか、唯一の弱点だと思うんですよね。ウェイクワードで反応しないみたいな。Google の AI の技術ってどうしてもそのオープン AI 社のチャット GPT に今までですね、後塵を拝してきたっていうか、実際使ってみるとチャット GPT の方が、同等のサービスの方がいいじゃないという結果になることが多かったんですけれども、最近ですね、Google の追い上げがもうとにかく凄まじいというかですね、もうバージョンがいっぱい並んでるんですね。ジェミニのブラウザー版で見てみますと、ジェミニアドバンスドを契約すると使える AI エンジンとして1.5 Pro と1.5 Pro っていうのは、いわゆるラグで外のネットの世界の調べ物を元にして結果を返してくれるタイプ。で、それを一歩推し進めた1.5 Pro with Deep Research っていうサービスがあって、これはですね、すごいですね。そのさっきのフェローも同時多発的にですね、たくさんのウェブサイトを調べてくれるんですけれども、このディープリサーチっていうやつは同時に見てくれるサイトの数が段違いに多いんですね。その代わり、その思考時間が結構かかるんですけれども、その分結構ディープなリポートを返してくれる。これがディープリサーチです。で、もう一個、エクスペリメンタル、要するにお試し版ですね、として2.0がリリースされていまして、2.0エクスペリメンタルアドバンスドっていうサービスがあって、1.5よりは、深い結果を返してくれるよと。その代わり、楽じゃないっていうか、外の、世界から検索してきたりですとか、確か、文章のアタッチとかもできなかった気がしますね。で、そんな地味なわけですけれども、実際ですね、私のニレコムの動画であったりとか、そのドローンとかスキューバダイビングにどう使うのかみたいな例を1個挙げるとですね、これはちょっと感心したんですけど、三倉島に行った時に乗った東海汽船っていう船の会社があるんですけれども、それと小笠原に行った時の小笠原丸は小笠原海運っていう会社がありますと。船の横の土手っ腹のところには小笠原東京父島と書いております。小笠原海運の船、東海汽船と小笠原海運と会社としては全然別物なんですかね。今更なんですけどね。念のため小笠原海運と東海汽船は関係ない別々の会社だよねっていうふうにこのジェミニアドバンスドに聞いたら、いや違うよって。そう、実は親会社子会社の関係にあるんですね、この2社は。っていうのが初めて分かりましたと。そんなこと調べてくれるんだっていうので、ちょっと感心しました。頭の良さ、そのラグ系のサービスと比べてみたときに、他社と比べて、お前はどうなんだとかでそのうち怒られそうですけど、深さが足りない気はするんですよね。ジェミニの場合はね。ただ、2.0系列になって、いよいよ、
チャット GPT 社のサービス、O1 などにも追いついてきてると。数値上は、逆に、O1 をしのいで、数学であったりとかの、分野において、いい結果を収めたっていう Google からのコメントもあったりして、かなりですね、追い上げてきてるのは間違いないので、今後楽しみなのが Google Gemini かなと思います。はい、2024年、ミレコムがおすすめする AI サービス第2位ですけれども、いよいよ OpenAI のチャット GPT サービスになります。パチ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 ってことで、実はですね、あれ、チャット GPT がなんか普通に予定調和的に1位じゃないのっていう風に言う方もおられるかなと思うんですけれども、いやいや、予防線が張ってある通りで、実はチャット GPT は2位とさせていただきました。で、一番よく使われている、その OpenAI 社のサービスは、チャット GPT の 4O っていう、4O っていうサービスになるんですけれども、で、それとですね、今まで O1 プレビューと呼ばれている、より推論に力を入れたチェインオブソートっていう技術をベースにしたサービスがあるんですけれども、そのプレビューの文字が取れてですね、正式版の O1 に12月からなりました。さらに、月額200ドル、200ドルですよ。3万円ですね。日本円にしてね。払えば、その O1 のもう少し頭が良くなっている O1 プロっていうサービスを使うことができるんですけど、大別してチャット GPT この3つのバージョンに分けてお話しすることができると思いますと。ただ、個別にそれぞれ見ていくと、ちょっと突っ込みどころみたいなものがやっぱりあって、なんていうかロジカルにちゃんと箇条書きして整った答えを返してくれる度で言うと、実はアンソロピックのクロード3.5の方が良かったりしますね。まとめ方としては。チャット GPT-4o は、その自由文形式であんまり構造とかを持たないで段落にまとめて答えを返してきてくれる傾向があるんですけれども、その代わりですね、なんか答えがふわっとしてる時があるなと思いますと。若干それっぽい答えなんだけど浅いなっていう一般論だなっていうふうに思う局面が結構あります。一方で O1 ですね。これはもう一線を画してるっていうか、他社のちょっと追随を許さないサービスだなっていうふうに思いました。例えば、割と複雑な込み入った、よく引き合いに出されるのは、大学の受験などの、問題を食わせて、正解が返ってきた。結構ですね、12月あたりから O1 すごいねっていうので、騒然となってますと。さらに、月額その200ドルを払うと、さらに薄皮1枚 O1 よりも頭の良い O1 プロっていうサービスも使えるので、これがですね、その AI 業界の中では、もしくはそのエンジニア業界の中では、もう話題を独占してる感じですと。さらに、月末にですね、いわゆるアドベントカレンダーみたいなね、毎日いろんなテーマでブログをもしくは発表を行っていきますみたいなことを OpenAI 社がやりまして、で、その一番最後の超目玉に持ってきたのが O3 っていうサービスなんですね。しかも、ですね、O3 ミニのサービスが早くて来年2025年の1月の末ぐらいであろうと言われていますと。で、これは O1 よりもさらに推論が正確度が増して深い思考をしてくれるというサービスなので、これも結構楽しみなので、どん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 先端を行ってるなっていうのが OpenAI 社ですと。ただし、大元のですよ。なんか調べ物をしてくれて、で、そのネット上にある情報から一番正しいであろう答えを返してくれるラグ的な使い方で言うと、もう一つね、チャット GPT 今一つ弱いんだよなーって実際使ってるかっていうと、補助的っていうのが正直なところです。チャット GPT のサービスの中には、チャット GPT サーチっていう機能、サービスがありまして、
プロンプトを入力する窓の下に地球儀みたいなこうアイコンがあってですね、それをクリックすると青く光って外のネット上の情報を取りに行くっていうモードになりますと。で、これをですね、オープン AI 社は Google などの検索エンジンにこう取って代わるものとして売り込もうとしてるので、まあ、例えば Chrome にプラグインとか入れてですね、その検索をしようとしたら、そのクエリをオープン AI 社のチャット GPT サーチの方にこう流すっていうこともできるようになってるようなんですけれども、じゃあ、Google のその検索をやめてですね、すべてをオープン AI、チャット GPT サーチで賄えるかっていうと、やっぱりちょっと検索用途では今一つ弱いかなっていう感じがしています。まとめると、そのオープン AI 社は一番今日お話しする AI 関連企業の中では、その夢を見せてくれるっていうか、他社よりも常にこう一歩先のバージョンをこう出していて、進化のスピードも非常に速いんですけれども、今、その検索用途というかですね、調べ物に強いものと言い切れるのかっていうと、まあちょっとね、これからお話しする1位に比べると、やっぱり一歩落ちるかなっていうので、2位とさせていただきました。最後になります。ミレコムが自信を持ってお送りする AI サービス第1位はですね、パープレクシティ AI です。知らない人が聞くと、一回聞いて一回で覚えられない長い名前なんですけど、パープレクシティ AI というサービスがありまして、これはですね、オープン AI 社や Google と比べると、一般的に知られている度合いで言うとだいぶ下がると思いますが、私は実用度合いで言うと、もう太鼓判で、このパープレクシティ AI を1位に押しますと。インターネット上の情報を検索した上で、大規模言語モデルが答えを返してくれるサービスとしては、正確さにおいて、やっぱり一日の長があると思ってます。パープレクシティのこのサービスっていうのも、これまたですね、先ほど5位に挙げたフェロやジェンスパークと同様で、自分自身でパープレクシティ社が独自のエンジンを持ってるかっていうと、多分そうではないと思うんですよね。結局のところ GPT-4 とアンスロピックのクロード3.5であったりとか、その辺をこううまくこう組み合わせて答えを出してる感はありますが、ウェブサイトの情報をこう検索してきて、答えはこうですって、文章でバーっと流して終わりじゃなくて、ちゃんと一文一文、脚注、一番のこう出典をもとに私はこう考えましたよっていう原点、脚注が一個一個きちんと出るっていうのがパープレクシティ AI の一番いいところで、それをもとに、あれなんか、この質問の答えなんか怪しいなって思った時に、こう1とか2とか、ちゃんと右肩にこう脚注がついてるところをクリックすると、実際のそのウェブサイトに行って、その文章を読むと、ああ、なるほど、なるほど。ああ、じゃあ言ってることは、これを元にしたんだったら言ってることは正しいんだろうなっていう風に、正しいか間違ってるかの判断ができるんですね。それが一番いいところです。フェローが出てきて、ジェーンスパークが出てきて、そしてオープン AI、チャット GPT もチャット GPT サーチを提供してっていう具合で、この検索エンジンの座をですね、AI がこう、AI プラスこう、ラグがこう、奪うべく、各社が出してきてるサービスで、今もう軍用割拠状態で、いろいろこう、しのぎを削ってる中でも、やっぱりなんか実用度合いで言うと、安定のパープレクシティさんみたいなのが私の印象で、時間がないからググってる暇もない、検索エンジンで探してる暇がない、いろいろ時間があったらフェローに聞いて、ジェーンスパークに同じこと聞いて、ジェミニアドバンスドにも聞いてとかやって、全体でこう多数決取ったりとかやるんですけれども、時間がない時にどれか一個に聞くとしたら、あなたどれを選びますかと言われたら、私はもう間違いなくパープレクシティ AI に、質問します。で、その結果でこう脚注がこうついていて、根拠が正しければ答えはどうも確からしいと。
で、このパープレクシティ AI ですね、実はですね、1年間私はタダで使わせてもらっていてですね、なんでかというと、ソフトバンクの回線契約者であれば、1年間パープレクシティ AI を無償でこう使えますよっていうサービスをソフトバンクがやり始めたので、そんなことありますと思って、もうすぐサブスクライブしましたね。実際どういう使い方をしてるかっていう、例としてですね、動画編集ソフトダヴィンチリゾルブのその使い方に関する質問って私ワンサと AI に聞いてるんですけど、結構な確率で、イングリッシュスピーカーが話している YouTube の中から根拠を探してきて答えを返してきてくれることがあります。日本語とこう英語とこう、根拠としてはこう混じってる状態で、取りまとめるとこういうことですっていう答えは日本語で返してくれるっていう。で、これがですね、今まで検索エンジン使ってると、最初、やっぱり日本語がそりゃ得意なので、日本語でこう書かれたサイトの中から答えをどうにかして探そうとしますと。で、それで見つからなかったら、英語読まなきゃなーって思って、英語で書かれたブログであったりとか、Vlog であったりとか、探しに行きますと。掲示板サービスで Reddit っていうのがあるんですけど、の中から結構ニッチなこう情報が書かれた、その誰かのユーザーの回答みたいなものを元にして、すごい時間をかけてですね、ようやく欲しかった答えにたどり着くみたいなことが結構あったんですけれども、パープルキュシティ AI 使うことで、そこの調査時間ですよね。深掘りする時間が、もうパープルクシティ AI の方が一緒にしてやってくれるので、非常にね、時間帯効果が高くて助かってます。はい。そんなわけでですね、全部で5つの AI サービスをご紹介してきました。検索エンジン、ネクストジェネレーションというか、自分のこうやりたいことを文章で質問すると、それをネット上から答えを探してきてくれるっていう意味の AI の使い方、大規模言語モデル LLM の使い方に限定して言えば、この順番になりますよというお話であって、使い方によっては、この5位までの順番っていうのは当然変わってくると思いますし、いやいや何言ってますの、チャット GPT が一番に決まってますじゃんっていう、というご意見も当然あるでしょうし、はい、これ以外にもおすすめのサービスたくさんあるじゃないっていう意見もあると思います。AGI と呼ばれている、要するにもう人間をこう超えるような超 AI みたいなのが、もうすぐ出てくるって言われて結構時間が経ちます。チャット GPT の O3 は一番そこに近づいていると言われていますけれども、まだね、全部 AI に任せておけば OK な状態になるまでにはもう少し時間のかかるのかなっていう気はしています。久々にですね、なんかちょっとテッキーな話したなっていう感じで、ずーっとなんか旅動画みたいになりかかっていたので、ちょっと、本来やりたかったことにちょっと戻ってきたかなっていう風に、勝手に、本人は自負しております。少しでもですね、この動画見ていただいて、いいなと思ったら、いいね評価と、あとチャンネル登録ぜひお願いしたいですし、ぜひ何かリアクションいただければと思います。はい。というところで、ミレコムからお送りいたしました。